こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回紹介する動画は北欧5カ国旅してきた一番最後のフィンランド・ヘルシンキを紹介します。最後に訪れたヘルシンキでは市内観光のほかマリメッコアウトレットショップやお料理教室、サウナ体験もしてきましたので、その時の様子を紹介させていただきます。よかったら一緒に旅を楽しんでいただけると嬉しいです。フル動画はメインチャンネルの方で紹介していますので、よかったらそちらの方もご覧になってください。ヘルシンキでの滞在先はエアビーになります。ここでね、7泊8日お世話になります。今回は中央駅からスタートしました。よかったら旅の参考にしていただけたらと思います。このホームの一番奥の方に空港行きの電車があったので、この時は17番ホームでした。中央駅からぐるーっと見ていくと、右側に見えるオレンジの建物がスーパーマーケットになります。駅の目の前にあるのですぐね見つけやすいんですよね。あとね、ここでデリをお買い物したりとか食材をお買い物したりしてホテルでいただくこともできるし、お土産もね売ってるんですよね。少しサーチしてきたので見ていただけたらと思います。結構ね海外のスーパー覗くのが好きなので、少しだけなんですけど撮影してきました。この洗剤は滞在先のエアビーでも使ってたんですけど、いい香りでした。ここにねインスタント麺もあったんですよ。あとは結構海外のスーパーってこういうお土産がね少し売ってるんですよね。だからお土産屋さんで買うよりこういうところを見るとちょっと安く買えることがあります。でここもね実際ムーミンのグッズだったりとかマリメッコのナプキンとかもたくさん置いてありました。あとねイッタラの食器とかも置いてあったんですよね。市内の他のスーパーとかにも行ったんですけど、ここがね一番種類が多かったと思います。朝食付きじゃなくてもこういうスーパーとかでデリを買ったりとかパンを買って朝食代わりにするのもいいんじゃないかなって思います。でこのスーパーマーケットの隣が郵便局になってるんですよね。そのままつながってました。せっかくなので日本に手紙を送りました。でこのまま道なりに行くと世界一とも言われる図書館があります。この螺旋状の階段がすっごい印象的だったんですよね。ここではミシンが借りられるっていう情報をネットで調べてたんですけど、多分ねヘルシンキ在住の方だけじゃないかなと思います。ワークショップスペースとかもあって撮影できないところもあったんですけど、中もね撮影できたのでこのまま少し紹介したいと思います。キッズのスペースと大人の広場っていうのが分かれてたんですけど、本がとにかく多かったのでもうワクワクしちゃいました。手芸コーナーを見つけてマリメッコの本とか見ながらちょっとメモ取ったりデザインのこと考えたりしてました。あとテラスとかもあって外で本読んだりとかもできるので、すごく環境がいいなって思いました。閉館時間が21時だったので結構遅くまでやっててくれたんですよね。あとねカフェもありました。外に出て実際に触ってきたんですけど、ただ建物を建築するだけじゃなくてこういう美しい芸術的なところが印象的でした。でも木じゃないとこういう曲線は描けないのかもしれないですね。ちょっと離れたところから見るとかなりのね大きな図書館なんですよね。この図書館が世界一美しいと言われる理由がなんとなく分かったような気がします。で正面に見えた建物がこちらになります。なんだろうなと思ったらコンサートホールでしたね。ちょっと変わったモニュメントが建てられてました。でぐるーっと見て回るとちょっとハリネズミみたいな建物が美術館でした。今回美術館巡りしなかったんですよね。この後は岩の教会とも言われているところに行きます。ちょうどね塔が立ってるところを左に曲がります。だいたい15分ぐらいで到着したんですけど、ここでは現金しか扱ってないのでチケットを近くのお土産屋さんで買ってきてねって言われたので、すぐそばのお土産屋さんに行ってきました。お土産屋さんは角にあるところと路面店にあるんですけど、教会を背にして右側沿いの T 字路にあるお土産屋さんのみで扱ってるそうです。ついでにお土産もこの時買いました。入場料は5ユーロで日本円にしてだいたい800円ぐらいでした。こういう教会の中って写真撮ったらダメっていう風に思ってたんですけど、結構ね皆さん撮られてたので大丈夫かなと思って撮影してきました。テンペリアウキオ教会は実は封鎖してしまうところだったのを説得して残してもらったそうです。壁が岩でできてて音楽が流れてるんですけど、この音響がねすごい何とも言えない感じでした。
に乗って中心部のカンピまで戻ってきました。ムーミンショップでハガキをお買い物しました。でそのまままっすぐ行くとカンピの駅になります。ここにね礼拝堂があるんですよね。カンピ礼拝堂になります。今回残念ながら臨時休業中で中見ることはできなかったんですけど、先ほどの岩の教会も良かったんですけど、ここはね木の教会になってましたね。壁一面が木でできてました。そしてねまるでね巨大な船のような大きな教会です。次回はぜひね中に入りたいなと思います。目の前のカンピの駅ビルの中に入ってきました。ここは駅ビルとは思えないぐらい大きなショッピングモールになってました。上に行くとレストランもあるし、下に行けばショッピングもできて、マリメックショップもありました。ヘルシンキに来て一番印象に残ってるのが、この国民のみんなにマリメッコが愛されてるなっていうところでした。男女問わずみんなバッグを持ってたり洋服を着てたり、なんかいいなって思いました。駅ビルなんですけど、この天井の吹き抜けもすごく開放感あっていいですよね。でよく見たら木目調なんですよね。結構ね雑貨屋さんとかインテリアショップとかも入ってて、眺めてるだけでも楽しめました。で続いてきたのがヘルシンキ大聖堂になります。もうねここは象徴的な場所ですよね。青空の白い大聖堂がまるでね写真集に載ってるようなそのものでした。カンピからもトラムで1本で来ることができます。参拝料は寄付という形になってて、入り口で支払いをするようになってます。建物の白と中のね金色の装飾がとても印象的でした。アールデコ調のアーチだったりとかシャンデリアがマッチしてて、ヨーロッパのねインテリアにはいつもね心奪われます。で最初は人がいたんですけど、気づいたらねもう誰もいなくなっちゃって貸し切り状態だったんですよね。結構ねゆっくり観光ができました。10分ぐらい滞在してました。前日ねすごく探してたインフォメーションなんですけど、大聖堂の目の前にありました。トラムに乗って続いてきたのがウスペンスキー大聖堂です。ここもね結構街中からもてっぺんが見えて結構目立つ存在だったんですよね。月曜日で休館日だったんですよね。中を見ることはできなかったんですけど、外観だけでもいいかなと思って見に来ました。ちょうどね遠くに大聖堂が見えます。一度電車でカンピまで戻ってバスに乗って10分ぐらいでちょっと街から離れたところなんですけど、森林浴ができてシベリウスモニュメントがあります。なんか不思議なモニュメントですよね。どういう意図で作られたのかなって感じなんですけど、ちょっとおしゃれに撮ってみました。青空が映えますよね。ここから覗いた海も綺麗ですよね。ここはね森林浴もできるし海も楽しめて、一日ねのんびり過ごすのにもいい場所じゃないかなって思いました。このちょっと遠くに見える赤い小屋はカフェだったんですよね。行きたかったんですけどまた次回に残しました。続いてきたのはアールト邸です。ここはねもう閉館後だったので外から見てるだけなんですけれども、建築とか勉強したことがない人でもインテリア好きな人は一度はね訪れてみたくなる場所じゃないかなと思います。アカデミック書店に行きました。ここはねアールトのデザインされたこの窓が本の形になってるのが特徴的なんですよね。で再び港の方まで戻ってきたところです。これからねスオメリンナ島に向かいます。ちょうど遠くに船が見えるんですけど、この船で私もヘルシンキに入港したところです。結構人が並んでたので乗れるかなって心配だったんですけど、そのままねすぐ乗ることができました。これも、ストックホルムとかコペンハーゲンでも同じだったんですけど、水上バスなので乗り物のチケットを買ってればそのまま乗ることができるんですよね。で今回は7日間パスを買いました。この HSL チケットっていうのはアプリでも管理できるので、そのままチケットを見せることもあんまりなかったんですけど、ヘルシンキは信用乗車って言ってチケットをね改札で見せることも全くないんですよね。ただバスとか乗るときはチケットを見せることが必要になってきます。でトラムとかも乗ってて無賃乗車をしてると罰金が取られるようになってます。15分ほどでスオメリンナ島に到着しました。この船は小さいんですけど車を乗せることができるんですよね。なので車で来てドライブすることもできるみたいです。で島上陸してすぐ見えたこのピンクの建物がインフォメーションセンターになってました。ここで地図をゲットして、ここから
一周回っていきたいと思います。時間調整しながらちょっと駆け足で回っていきます。ここはスオメリンナ島唯一の教会だそうです。スオメリンナ島はロシアからの攻撃を守るために要塞として使われた島なんだそうです。穴が開いてるんですけど、ここからね大砲を撃って海から攻撃されてくるものを守ってたようです。ここはねユネスコの世界遺産にも登録されてて、結構ね地元民にも人気な島になってるそうです。でここからずっとねぐるーっとゴールまで向かいたいと思います。遠くにゴールが見えてきたところです。あの旗が立ってるところまで行きます。この辺りまで来ると結構ね大砲が多く置かれてたんですよね。当時実際に使われてたものだそうで、ゴールまで来ました。だいたい40分ぐらいで到着したかなと思います。写真撮りながら動画撮ったりとかもしてたんですけど、意外とねこの時間ぐらいで来れました。このあと30分で戻んないといけないので、またね駆け足で戻ります。で帰り道はちょっと違う方向から帰ってみたんですけど、ここはね子どもたちが懐中電灯を照らしながら中見てたので、なんだろうと思って私も見たんですけど、真っ暗で何にも見えなかったんですよ。12時15分の帰りのフェリーに乗ってヘルシンキに戻ります。滞在時間はだいたい1時間20分ぐらいかな。そのぐらいでちょうどよかったかなと思います。船の中はね木目調で結構ねゆったり座ることができましたよ。アラビアデザインセンターになります。フィンランドに行くことを決めた4年ぐらい前から何度となくねネットで見てきた景色なんですけど、以前はねここでアラビアの食器が製造されてたんですけど、現在は工場は閉鎖されてデザインセンターになってます。Google ナビでは8時まで営業してるってことだったんですけど、なんとね19時で閉館になってました。少し周辺を見て回りました。この建物の中にもう一軒ねテキスタイルのお店が入ってたんですよ。この8階にあるデザインミュージアムに行きました。このミュージアムには1873年からのデザインがずらっと展示されてるんですよ。なんとね私が生まれる100年も前からこのデザインが誕生してるんですよね。こんな風にずらっと並んでる様子は年代とともにデザインの移り変わりも楽しめて、すごくね感慨深かったです。4回も来ることになったんですけど、ここはね本当に来てよかったな、最後に来れてよかったなって思いました。ぜひねヘルシンキに旅行ご予定されている方は立ち寄ってみてくださいね。お皿に興味がない方でも歴史を感じられるギャラリーでした。エレベーターを降りたところでまさにね制作中の様子を見ることもできたんですよね。以前はねこちらでアラビアの食器を製造されてたんですけど、現在はこちらでは製造してなくて、タイとかルーマニアの契約工場で製造されているそうです。だからねアラビアの食器の裏にメイドインフィンランドって書かれているものは価値が生まれるんですよね。春で新作発表があって、作家さんがどんな風にこのデザインを生み出しているのかっていう展示もあったんですよね。一つ一つの作品に魂が込められる瞬間っていうのはどんなジャンルでも見ててワクワクしますよね。帰りに1階でデッドストックのお皿を少しお買い物しました。このグリーンのマグカップ可愛かったんですよね。やっぱりね買えばよかったな。今度行ったら見つけてみたいと思います。もう5月はねないかなって諦めてたんですけど、まさかここでやってると思わなくて、もうね超興奮してるところです。でやっぱり若干高めな部分もあったんですけど、個人で出店されている方を中心に見てきました。こちらはテーブルクロスで使われてたので見せてもらったんですよね。カーテンだそうです。フリーマーケットは基本的に現金なんですけど、持ってたキャッシュが50ユーロしかなかったので金額交渉しながらお得にお買い物できました。続いてきたのがエスプラナーディという市民の憩いの場みたいな感じの公園になります。ここはね週末はねイベントが開催されてたり、あとは多分6月になると飲みの市とかたくさんやるんじゃないかなっていう雰囲気の公園でした。で今回はね1箇所だけお店があったので覗いてきました。でちょっとここでね出店中のおじさんと少しねお話をしました。
急に雨が降ったりとかするということで、あんまりねまだこの時期はフリーマーケットとかしてないそうで、やっぱり6月が多いみたいです。オレンジのテントが特徴的な場所なんですけど、大聖堂からも歩いてすぐのところにあります。ちょうど金曜日なんですけど、週末なのでお店もね多かったし、あと手作りの出店されてる方も結構ねいらっしゃいました。そうそう、このお店テーブルクロスがウニッコだったんですよ。行きたかったな。実は前日の夕方も来たんですけど、もうね全て店じまいしてたので見れなかったんですよね。まだ4時半だったんですけど、せっかくなのでこのマーケットでいただくことにしました。ずっとね気になってたニシンのフライをいただきました。オレンジのテントの中で食べたんですけど、ちょっと暗くてね美味しそうに全然見えないんですけど、結構お腹いっぱいになりました。これで21ユーロで日本円でだいたい3200円ぐらいでした。この市場の中で美味しいスープ屋さんがあるっていうことで、一応営業時間は18時までなんですけど、スープがね売り切れ次第終了ってことで、もう閉店作業されてました。残念でした。また次回来れたらいいな。ここにいるおじいちゃんね、何度も気配を感じてドキッとさせられました。この日は週末だったので、ヒエタラハティのマーケットを楽しみにしてたんですよね。滞在先からだいたいトラムで2駅ぐらいだったので、すぐ行けるなと思ってチェックしてたんですけど、この日はね残念ながらマーケットやってなかったんですよね。ちょうどね開店準備してる店員さんにマーケットのこと聞いたんですよね。そしたらやっぱりね6月から始まるそうで、今はやってないみたいです。で代わりにね似たようなお店がちょっと行ったところにあるよって教えてもらったので行ってみました。まだねお店やってなかったんですけれども、窓越しから見たんですけど、ちょっとねお高めな感じでした。でここはセカンドハンドのお店になります。本当はね初日に来たいと思ってたんですけど、最終日にしていいお買い物ができました。カニエミマーケット広場になります。ここもね残念ながら改装中でやってなかったんですけど、次の目的地に向かいました。エクベリと呼んで、フィンランドの最古のカフェだそうです。エビがもりもりなオープンサンドとカプチーノをいただきました。15ユーロでだいたい2300円ぐらいでした。ここはね地球の歩き方っていう本にも載ってて、シェフが作るスープが絶品っていうお店なんですよね。オーナーの方は親日家ですごくね気さくに声かけてくださったんですよね。実はねミュージシャンなんだよって言って YouTube もね見せていただきました。スープのビュッフェになってて、どれだけ食べても一律料金なんですよね。約13ユーロで日本円で2000円ぐらいでした。北欧はねだいたい1人で食べても5000円ぐらいするので、ここはかなりお得じゃないかなと思います。エスプラナーディから1本入ったところにある老舗のカフェに向かいました。ここはファッツェルと呼んで、チョコレートといえばファッツェルっていうほどフィンランドでは国民に愛されるチョコレートだそうです。そのねカフェに行ってみました。チョコレートもねお土産にされる方が多いそうなんですけれども、これもね K マートに売ってるんですよね。ミシン屋さんをね偶然見つけたんですよね。ここねベルニナミシンが置いてました。ついに来ました。マリメッコアウトレット。もう一番楽しみにしてた場所なんですけど、朝早くね来すぎて、この日のオープン12時からだったんですよね。なのでちょっと周りの方をゆっくり見ながらのんびり過ごしてます。10分ぐらい前になったらだんだんね人が集まってきたので、入り口の方に行ってみたら、ここでね久しぶりに日本人の観光客の人にたくさん会いました。12時の開店とともに入店しました。もうねワク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 しちゃいますよね。でスタッフの方もマリメッコのお洋服着られてたりとか、ちょっとねテンション上がっちゃいました。で私も早速生地を選んでカットしてもらいました。これね帆布の生地になります。なかなかね日本で見つけることができなくなっちゃったので、ここで見つけた帆布の生地をお買い物してます。その時ピンクのエコバッグいただきました。あとマグカップもねすごいたくさん種類があって、もう目移りしちゃうし、もうね心が興奮して行動と気持ちが伴わなくて大変でした。今度はランチをいただきに来ました。ここはマリメッコの社員食堂にもなってます。
でね、この置いてあるアイテムとかもマリメッコのねマグがあったりしてテンション上がりました。ランチはスープをいただいてサラダバーが食べ放題になってました。続いてきたのがユーロカンガスになります。ここも手芸店なんですけど、マリメッコのアウトレットの駅から最寄り駅から2駅ぐらいで来ることができました。でもね、ヘルシンキ大聖堂のすぐそばにもあったんですよね。こちらで少し北欧っぽい生地をお買い物しました。ちょうどセールをやっててマリメッコの生地も2割引きでした。今度はね、水着を持ってサウナに向かいます。ずっとね、ヘルシンキに来てからサウナに行こうか迷ってたんですよね。ちょうど滞在先の Airb からすぐのところにあったんですよ。結果的にはこの日サウナに入ることはできなかったんですよね。明日は何時からやってるのって聞いたら14時からって言われたんですけど、シャワーがね水しか出ないからおすすめできないって言われちゃって、違う場所を探すことになりました。サウナの目の前にあった工事現場の壁がすっごいおしゃれだったので撮ってきました。これね、結構ずっと先まであったんですよね。郊外にあるクーシャルビーサウナに向かってます。バスを乗り継いでいくので中央駅からは50分ぐらいかかるんですよね。迷わず行けるかなってドキドキだったんですけど、なんとかね到着しました。ただ5月だったので夜になっても明るいからいいんですけど、冬は暗くて分かりにくいのでバスを逃したらかなりね不安になるような場所でした。遠くにね湖に飛び込んでく姿が見えたんですよね。なんかねちょっとワクワクした気持ちとドキドキが入り混じるようなね不思議な心境になってました。ということでレセプションに到着しました。ここではね唯一のスモークサウナが楽しめるっていうことで郊外にあるんですけど、日本ではなかなか体験できないサウナ体験をしてきました。ちなみにこのレセプションのある建物では電気サウナが楽しめて、この庭のちょっと先のところに見えた建物でスモークサウナが楽しめます。日本では経験したことないぐらいのものすごい暑さで、もうちょっと耐えられなかったんですけど、それでもね4回ぐらい往復してようやくね湖に入ることはできました。最後にねヘルシンキの目的を達成できても大満足な一日になったんですけど、帰りはねバスが1時間に1本なので、もうこれもね見逃さないようにしなきゃいけないんですよね。試練の連続だったんですけど、無事市内に戻ってきました。フィンランド料理を体験できる料理教室です。この日は以前から予約してたんですけれども、案内されたお部屋は個人のお宅なんですけど、お部屋がねすっごいハイセンスでお写真もねたくさん撮らせてもらったんですよね。シナモンロールの作り方を教えてもらって、ミートボールもねすっごく美味しかったんですよ。あっという間に出来上がっていったんですよね。3時間だったんですけど、で一緒にね参加された方はフランスの方でニースから一人旅で来られてる方でした。料理をした後はみんなでここでご飯を食べて終わりになります。この日のメニューはミートボールとサーモンのスープと、あとシナモンロールだったんですけど、サーモンのスープすっごい美味しかったんですよね。一緒に楽しい時間を過ごせました。ヘルシンキでの滞在先は Airb になります。ここでね7泊8日お世話になります。今回の Airb はサウナもあったし立地も良かったので、すごくね快適に過ごせました。部屋も一人では十分すぎるぐらいの広さでした。スーパーも歩いて5分ぐらいのところにあって、調理はしなかったんですけれども、よくデリをお買い物して利用してました。やっと布団に入ったってところで、外がねすごく明るいのに気がついたんですよ。そしたら夜空がねこんなに明るいんですよ。びっくりしてちょっと動画撮ってました。これから白夜のシーズンが始まるんですよね。滞在先からトラムの乗り場まで非常にねアクセスが良かったので、中央駅に向かう時も重いスーツケースを転がしていくこともそんなにね苦じゃなかったんですよね。で電車のチケットも7日間パスが切れてたので1日だけ ABC ゾーンを購入してました。でちょうどサウナも行けたし空港まで行けたのでちょうど良かったかなと思います。空港に着いてからちょっとね荷物の仕分けをして、預け入れ荷物2つにしたんですけど、
スーツケースはね結構ダメージがあって戻ってきたんですけど、この袋はそのまま戻ってきたんですよね。でこの後フランクフルト経由で日本に帰ります。飛行機の時間までまだ少し時間があったので、今回もラウンジを利用させていただきました。ラウンジの様子を他の動画でも紹介していますので、そちらの方をご覧になっていただけたらと思います。ということで旅の Vlog はいかがだったでしょうか。全部で18泊19日間の一人旅だったんですけれども、とっても充実した時間を過ごすことができました。最後ね、富士山が見れたんですよ。富士山を見る場合は左側の窓側を選ぶといいですよ。この後は今回の旅行のパッキング動画や、あとは Airb の予約の方法など紹介していきますので、よかったらチャンネル登録していただいて、続きの動画も楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。旅の動画が参考になりましたら、グッドボタンで応援いただけると励みになります。詳しくは概要欄の方もご覧ください。